はい、大牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月後半のエネルギーリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。前回ね、出した3月19、20、21日の3日間のエネルギーリーディングの動画もありますので、まだご覧になってない方はそちらもぜひご覧になってください。そしてはい、とりあえずいきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ9の逆、ラバーズ逆、死神逆、ペンタクルスの2、カップキング逆、ワンドの3、そしてソードの2の逆。はい、気をつけることや対策が、ペンタクルス4の逆とソードキングとオラクルはじゃん、女教皇ですね。なるほど、強いいろんな気づきがあったんですね。まずね、星の話ですけれども、その3月19日の新月に関しては、大志田さんにとってはまだ未来とかこれからどうなるのっていうところでの夢が広がる、いろいろなんていうのかな、考えていたことをどうやって現実化にさせていこうかなとかもそうだし、これから一人でやるというよりも誰かと協力してやっていくのかなとか、本当にどっちの方向に自分が向かっていくのかっていうことをイメージしておくっていうのがとてもいいんですね。でそういうのをワクワクしながらイメージできる方はいいんですが、そのイメージするというよりもどちらかというと未来のことを考えて不安になるということも中にはいらっしゃるかもしれないので、あまりその遠い未来のことを考えて対策を打とうというふうに思わなくていいです。なんとなく自分がどういう方向を向いてたら明るい気持ちになるかなとか心地いいかなぐらいの感覚でいいと思うんですね。でそして3月の20日からこの春分の日があり、そこからまた流れ変わるんですけども、大下さんにとってはやっぱり4月の後半のね、お誕生日迎えてから5月前半っていうのが一番エネルギーが高まる時だから、その前っていうのはもう本当に3月の20日から4月の20日ぐらいまでっていうのは少し気持ちお休みみたいな感じでもいいんです。お休みっていうよりも自分に優しくするとか、無理をしないとか、流れにちゃんと委ねて自分をちゃんと見ていこうみたいな感じでいいんです。その19日に立てた目標だったりとか夢に対してがむしゃらに行かないとっていうよりは、そう行きたくなる気持ちもあるみたいなんですけど、やっぱり準備をしなくっちゃなみたいな感じですかね。その4月の末から太陽が自分に照らされて自分というものが新しく一皮むけるってなった時に、やっぱりしっかりと自分が整える、充電するみたいな感じでしょうか。充電バッテリー満タンだったら動けますよね。そんな感じです。でカードで見た時にそうね、もう一つね、3月21日からの彗星が巡行に戻るよっていう流れに関してはやっぱり意識がはっきりしてくるっていうのかな、なんとなくなんだかモヤモヤするとかどうなのって思ってたことがはっきりしてくるっていう流れがあります。でさらに3月31日すごくもう月末ですけど、そこから金星は牡牛座に入るので、牡牛座の皆さんは本当に3月31日から自分にもっと優しくなるとか、もっと自分に価値を受けるとか、自分のいいとこを見つけられるとか、美しくなるもあるし、金運が上がるっていうのもあるし、社交性が上がるっていうのもあります。31日を待たなくてもねいいんですけれども、なんとなく3月の後半っていうのはそうやって整えていく、自分を充電していく、癒していくみたいなタイミングだと思っておいてください。でもそれって何もするなって言ってることじゃないんですよ。自分に優しくしながらコミュニケーションはもちろん取ったらいいし、もちろんその運があるからですね、考え事は全然してもらっても大丈夫で、カードで見た時に入り口がやっぱりカップの9の逆なので、なんだかとってもいいことが起こりそうな気がしている。でも本当にそれって起こるのとか、本当にそれって入ってくるのみたいな、そういう感じかもしれませんね。少し想定していた流れとは違う流れがあるのかもしれません。でそれに対してちょっと迷いもあるのかなって感じもしますが、やはり過去のところでここで死神の逆というカードが出ているので、やっぱり死神の逆っていうのは一旦古い自分が死んで、ここから新しく蘇る、再生するっていうカードなんですね。本物に気づくとか、
見せかけの自分をやめて本物の自分になるとか、これまでの付き合い方を終えて本当のつながりに変わっていくとかもそうだし、とにかく意識が目覚めるわけです。でこういうことがあったんだろうなって出てるんですね。もちろんこれまでもそのお医者さんたくさんいろんな経験されてきたと思うので、天王星がお牛座の時期、この78年っていうのはいろんな展開があったと思いますし、また去年の後半からのその社会が変わるとか自分の意識が変わるっていうこともありましたし、そういういろんな出来事を踏まえて、やっぱりこうだなみたいな結論を出したというか、何かをやっぱり終えたんだなって感じがするので、本当にそれはもう誇り高きことっていうんですか、お疲れ様でしたっていうお伝えしたいし、また本当に素晴らしい決断をされたのかもしれないし、本当にそれまでよく頑張ったなっていうそのねぎらいをもとに次に行こうとしてるんだなって感じがします。で現状のところはやっぱりペンタクスの2なので、まだちょっと揺れるっていうか、もちろんこれから来る新しい流れが楽しみでもあり、不安でもあり、でも経済的なことも変わるしなとか、どうやって回していこうかなみたいなことを考えてらっしゃるかもしれません。でも全然悲壮な感じではなく、そこにやっぱり楽しみっていうのがありますよね。楽しみながら自分で何とかしていく、こうやって考えてること自体が楽しいよねみたいな感じかな。そしてここからの流れなんですけれども、やっぱりカップのキングの逆、そしてワンド3ソード2ということで、感情的にはいろいろ波があるようです。それは当たり前ですよね。人間ですから、疲れたらイライラしたりとか落ち込んだりするかもしれないし、やっぱりちゃんと栄養とってなかったらちょっと頭も思考が回らないっていうこともあるかもしれないし、なので感情的には少し思った通りではないっていうこともあるかもしれません。でもそれは星で見ても3月の20日から4月の20日までってのはちょっとゆっくり休もうねっていう時だから、自分がもうやる気に満ち溢れてもうすごいポジティブでっていうわけじゃないっていうことなんですよ。寝る時ってそうじゃないですか。おやすみみたいな、今日もいい一日だったなみたいな感じで寝るのと同じように、いろいろあったけど明日やろうみたいな、そういう感じでいてください。いろいろ感情あるけどそれはいいやぐらいの感じでも、そうやってちゃんと自分を整えようとすることによってやっぱりね、流れはちゃんと流れてるんですよね。私たちの気づきがどの程度どこまで深くこの現実に意識を下ろしているかによって見える世界とか気づきとか世界は全然違って見えますけれども、やっぱり未来を見ているそのチャンスがある、その流れがあるっていう感じがします。でこれは今すぐじゃないんですよね。3ヶ月後とかかもしれないし3週間後かもしれないんですけど、ちゃんと明るい方向を見てるっていうことです。なので何かこうしていけばいいっていう知恵だったりとかアイディアだったりとか、そういうの浮かんでるし、流れが実際あると思いますよ。おそらく3月末から4月頭かもしれないですけどね。これもしかしたらまた4月のところで強く出るかもしれませんが、ただその後やっぱりまだね、状況が少し変わってくるっていうのがあるので、これはいいことなんです。状況は変えなきゃいけないんですいけないってわけじゃないけど、流れ的にはですよね。3月の末から3月の末っていうのは大体年度末っていうことで何かを終えていくっていう流れもそうだし、何かを卒業していくっていうのもそうだし、成長していく別れてまた出会ってみたいな、そういう流れの時なんですね。でお医者さん特にちょっとゆっくり休んで自分を充電させましょうっていう時だから、何かを一定の状態でずっと保つっていうことがいいわけじゃないんですよね。ちゃんと、揺れながらその時々に合った対処をして自分を見ていく、いろんな可能性を見ていく、高低差がある方が豊かだみたいな感じで思っておいてください。そしてやっぱりオラクルとして言われている一番強いメッセージが女教皇なんです。でこの女教皇というカードは黒と白ということで、黒もあれば白もある、陰もあれば陽もあるっていう、いろんなエネルギーがバランスを保っているよっていうエネルギーなんですね。なので現状も楽しみの中でなんとか調整したらできるかな、自分のやりたいことってこれかなとか、でもやらなきゃいけないことはこれだしなみたいな、そういう思いもあったり、ちょっと現状が揺さぶられるというか、何か
自分の振り幅を器を知るというかね、可能性を知るためにいろんな振り幅があるんだよっていうことで、でもそこに惑わされずにこう可能性を見ているっていうことを覚えておいてください。それで正解ですとかこうですって決めるっていうよりも、もちろん未来は見ていく時ですけれども、この可能性もある、この可能性もある、このやり方もある、こっちのやり方もある、自分の中にその違うものがあってもいいみたいな、そんな感じでしょうか。バランスを取りながらやっていく、その英知はあるよっていうふうに言われてる気がしたんですね。そして気をつけることや対策として言われているのが、この3月末に関してはちょっと一瞬できたらこだわりをちょっとそこに置いときましょうみたいな。あとお金に関しても損をしたくないとか出費したくないっていう気持ちもあるかもしれないですけど、その気持ちがあるからこそ何かをやろうとする原動力になってるみたいなので、こう絶対に守っていかなければ、絶対に維持していかなければっていうふうに自分を固定しなくてもいいよっていうメッセージだと思いました。でさらにもう一つ、このソードのキングっていうのは本当にもう真正面から正直にやるっていう感じなんですけど、その正直にやるのはとても素晴らしいことなんですけど、できてない自分みたいなのを責めたくなる時によく出てくるカードなので、こうなんかちゃんとやってない自分とかですね、なんかそういうふうに自分を責めないようにだけ気をつけてください。なんとなくですけど、こう2のカードっていうのがね3枚も出ていたり、ここに至るまでに大きな決断したんだなっていう気持ちとか、少しこう振り幅を感じるっていうのがあるので、本当に今ゆっくり休んでほしい時なんですよね。例えば体のことで言うと、体がしんどいからこそ健康のありがたみが分かるわけじゃないですか。なのでこう何かが足りてないとかないって思うからこそ、それをまたそのありがたさを感じるっていうような、そういうなんだかね、こう表でガンガン進むっていうよりは、内側ですごく大事な気づきが起こって自分を整えているっていうタイミングなんだなって思いました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみますね。仕事、自分自身はその意識的にねちょっと休めましょうっていうのもあるんですけど、ただ仕事を自分でちゃんとコントロールしていくとか、コミュニケーションを取っていくとか、アイデアを出していくっていうのはとってもいい時ですからね、これは。ワンドのエースです。そしてワンドの5、タワーということで、お仕事に関してはやる気もあるし、こっちの方向で進んでいくみたいなね、そういったものがあるんだと思うんですね。だけど無理をしないっていう形で、自分でも無理をしないっていうふうに思われるみたいで、とてもいいと思いますよ。もうなんか全てを管理しようとしないとか、できることしかできないよねみたいな割り切りでやっていくみたいな。でその結果、もしかしたらすごくいいご褒美があるかもしれません。そのいいご褒美っていうのはタワーなんですよね。気づきです、これは。そうかみたいな気づきなので、仕事においてもそういうことだったのか、私ったら自分の能力をこんなに低く見積もっていたわとかかもしれないし、なんだこれ絶対やらなきゃいけないって思ってたけど、別にこれ続けなくていいじゃんって思うことかもしれないし、とにかくなんだかとても大きな気づき、今のこのタイミングにぴったりの気づきが起こるみたいなので、委ねてください、無理せず。はい。そして、お仕事でねこういうタワーが出る時っていうのは、要するに自分が何か間違った方向で積み上げてしまったものとか、無理強いしてここまでやってきたものっていうのは、もうそうかってやめて、本質から来るなんか想像物を作っていけるみたいな感じがあるんですね。なんかとってもすっきりするんです。なんでしょうね、これご褒美だと思いますよ。で人間関係見てみますね。はい、ペンタクルスの3ですね。カップエース、
ワンドのナイトということで、人間関係においてはすごくいろいろこう刺激されることがあったり、またはそういう自分とは普段違うことを専門的にやってる人たちと関わることがあったりして、とにかく感情が非常に溢れますね。嬉しい感情です、これは。で、嬉しい感情が溢れるからこそ、私にもっと何かできないかなとか、もっとこうなんかその人と関わりたいなとか、そういう感情が出てくるみたいですね。そしてやっぱりワンドロナイトっていうのが出てるので、もっと向き合っていこう、もっと関わっていこうみたいな、そういう前向きな感覚になっています。とてもいいですね。考えてしまう、人との関係の中で考えてしまうこともあると思うけど、今言われているのは自分が感じていることを伝えるとかシェアするっていうのことで、関係性っていうのはすごくぐっと引き寄せられるような気がします。はい、いかがでしょうか。この内容、なんか気づきがあったよとか分かったよって方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。それでは最後にもう一枚オラクルカードを引いてみます。このオラクルカードはフランス語で書かれているので、ちょっと私も読めないので、皆さんの感覚で受け取ってくださいね。大志田さんどうかな。これかな。はい、いかがでしょう。このカードを見て、皆さんも自分の感覚でメッセージ受け取ってください。はい、ということでありがとうございました。素敵な時間をお過ごしください。失礼します。